はい、それではガンノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストは松尾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、松尾さんよろしくお願いします。はい。もうね、皆さんはサムネイルから松尾さんがね、4つのがんの、されているということをご存知かもしれませんが、今日ね、本当はるばるお越しいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そんな中でですね、松尾さんね、今日の収録のために、抗がん剤のね、治療の合間を縫っていただいて来てくださっているということでありがとうございます。はい。はい。そんな、松尾さんのですね、お話もしていきたいんですけれども、まずですね、ちょっとがんノートについてちょっと紹介させてください。まず私ですね、岸田と申しまして、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という珍しいがんになりました。その経験を経て今、がんノートの代表理事をしているのですが、このがんノートっていうのはですね、がん経験者のインタビュー YouTube 番組となっておりまして、がん経験者などインタビュー、ユーモアを交えながらお届けをしているという番組となっております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚や育児などですね、医療情報は医療者の方に聞いた結構教えてくれるんですけれども、それ以外のですね、患者さんの生活にフォーカスした、そんな、情報をお届けしている番組となっております。そんなゲストなんですけれども、今日はですね、はい、松尾さんに来ていただいております。松尾さん、はい、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。はい、松尾美久と申します。年齢は25歳です。私は福島県出身で、大学で茨城県つくばに来て、で、今つくばにそのまま住んでます。はい。で、そんな、松尾さんなんですけれども、はい。未来と書いてミクですかね。はい。すごいね、素敵な、お名前で、思いますし、今、理学療法士もされているということなんですね。はい、そうですね。はい。なので、医療者ということでも、立場でもあるということです。はい。で、そして趣味は音楽や読書、ファッションなどありまして、音楽はどんな音楽を聴かれますか？はい、そうですね。私は結構昔の音楽が好きで、一番好きなバンドは、ザ・ブルーハーツっていう。ブルーハーツ。リンダリンダ。はい、そうです。人に優しく。そうですね。父の影響で、父がブルーハーツのコピーバンドやって、で、その影響で CD とか聴くようになって、で、本当にもう中学生の時はブルーハーツが大好きで、今は知らない曲がないぐらい好きなんですけど、今の同じ年代の友達とかにブルーハーツが好きって言ったら知らないって言われちゃうので。そうよね。はい。あんまり言わないようにしてるんですけど。いや。で今の人たちだと結構、バンドが好きなので、オフィシャルヒゲダンディズムとか、マカロニ鉛筆とか、そういうバンドで演奏してる方の曲をよく聴きますね。そうなんですね。マカロニ鉛筆ミュージックビデオの聖地巡礼とかもしたことあります。そうなんですか。なんかアニメのね、主題歌とかもされたりですよね。そうですね。その影響で。はい。で、そして、その中で、がんのことにはなるんですけれども、がんがね、網膜が細胞種、黄金筋肉種、骨肉種、子宮血管肉種という4つのがんを経験されているということになります。ステージはそれぞれ4不明となっておりまして、0歳、2歳、12歳、24歳で罹患をされているということです。治療もね、手術や薬物療法、放射線をされていて、今も治療中と、抗がん剤治療中というふうな形でございますので、この4つのがんについて、それぞれこの後お伺いしていきたいなということを思います。これからお話を聞いていくんですけれども、個人の経験なんですよということと、治療ね、いろいろ出てきますけれど、それを推奨しているわけではなくて、また必ず、主治医の方に治療に関しては相談してもらえたらと思います。この後ですね、ペイシェントジャーニーというグラフが出てきますけれども、これを参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。はい。ではですね、松尾さんの、グラフ、こちらとなっています。はいね、なかなかいろいろ、0歳の時から今25歳ということでね、間飛んでる時期もありますけれども、ちょっとそれぞれお伺いをしていきたいなと思います。まず2000年、ミレニアムの時にですね、誕生されていくということでね、誕生が良かった、一番上のね、ところで良かったです。ポジティブなところで、誕生していって、で、そこからですね、下がっていくのはこちら。網膜が細胞種の告知を受けていって、手術や放射線をされていくということなんですけれども、これが、2歳の時？これは0歳。0歳か。そっか。
生まれて多分2ヶ月ぐらいですかね。これが0歳の時はい。に罹患をされてということで、生まれてから？生まれてすぐです。生まれてすぐ。これは、まあ、この時のね、記憶は、ないかと思いますので、はい。この時はどういうふうな、もう、見つかり方というか、どうだったんでしょう？そういう、もともと私は父が網膜が細胞腫で、全盲なんですよね。で、そこから遺伝し、まあ、する可能性はあるって多分親は思ってたんですけど、最初私が生まれて、その目が、同じようにこう、網膜が細胞腫特有の、ちょっとなんていうんですか、色調変化っていうか、ちょっと普通のその目と違ったっていうところを、まあ、両親は私見えないので、祖父母がそれを発見して、で、すぐ、お父さん、父もかかってた、国立がんセンター、中央病院に、紹介していただいたっていう経緯で、発覚しました。祖父母さんが発見してくれたんですね。そうですね。目の色自体は祖父母が見て、ちょっとおかしいっていうことで。はい。あ、そうなんね。で、それで、すぐ病院に行って、はい、その、手術や放射線をしていくと。はい。これはもうどれぐらいの治療だったとかっていうのは聞いてます？そうですね。これも多分1年ぐらい長くやったんだと、その時代、2000年っていう時代もあって。そっか。はい。そんなに網膜が細胞腫が多分たくさんいなかった時代なので、そうですね。私の場合は、まあ、右目は多分摘出しないといけない状況で、左目は視力が残せたので、左目の多分放射線治療をやったんだと思いますね。右目は摘出して、左目の放射線治療？そうです。私は両側性網膜が細胞腫っていう、両目ともなっちゃった人で、変側性片方だけの人もいるんですけど。そうなんや。そうです。いや、両目なってるのか。はい。なので左目がちょっと弱視っていう感じで視力が下がっちゃったっていうところで。そうなん。いや、普通にね、白い杖、白杖は持たれてね、ましたけれども、左目もね、もちろん視力は低くなっているということは存じ上げてましたけれども、はい、左目も治療したんですね。そうです。こっちにも腫瘍があったってこと？そうですね。両側性なので、両目にあった。けど右目はひどかったので、取っちゃって、って感じです。だから父はそれができなくて両目とも取っちゃったっていう感じの人で、なんか人それぞれその網膜が細胞腫の、なり方っていうか、重症度とかも違うので、まあ、でも最近は多分視力結構残せる人増えてるのかなっていう印象は私も感じてるんですけど。はい。今さらっと言いましたけど、お父様も同じ？はい。そうですね。父の遺伝ですね、私は。遺伝性の網膜が細胞腫。そう、小児の目のがんっていうのはね、遺伝の場合もあるっていうのも、はい、伺っておりますので。はい。まあ、必ずしもそうっていうわけではないですけれども。はい。そっか。それで、じゃあ、治療してっていう風な形で両側やけど、まあ、こちらの方は視力が残せてという風なことだったんですね。はい。まあ、もう、物心がついた時には、はい、もうこちらだけのね、視力でっていうことですけれども、はい、今、不自由なこととか、もちろんね、近くならないと見えないとかいろいろありますけれども、日常生活どうですか？はい、はい、そうですね。まあ、最初からこの視力なので、そんなにこう、何かがすごくできなくなったとかっていうのは感じないんですけど、やっぱり一番困るのは、私の場合は、その遠くがちょっと見えにくいので、初めての場所に行ったりとかした時に、まあ、その道のやっぱり看板とか、まあ、電車の時刻表とかがちょっと見づらいので、それを今スマホとかで拡大したりして見てるっていうところが一番まあ不便で、ちょっと地図の道の認識とかも結構難しいので、例えば地図を見てなんか今どこに行ってどこに行きたいとかっていうのがあんまりうまくできなくて、まあそういう時はなんか人に聞いたりとかするようにしてなるべく過ごしてるんですけど、その遠いところが見づらいっていうのが一番あって、あと近くは細かい字とかはルーペっていうちょっと虫眼鏡みたいなレンズの
ちょっと視覚障害者用のこうライトとかつくやつがあって、そういうのを使って、細かい字とかをこう手元で見るっていう感じで。で今スマホとかタブレットが結構発達してるので、そんなに多分、困ったっていうことは私の視力ではないですね。そっか。もうそれが日常だってね。はい。いろいろな工夫されて今過ごされているってことですね。はい。そんな中で、こちら。はい。次は2歳で、はい、黄金筋肉腫の告知を受け薬物療法されていくっていうのが出ているんですけれども、はい、その後、この黄金筋肉腫、肉腫ですよね、はいはい。これはどちらにできたんでしょう？上顎道っていう副鼻腔って鼻ととこにある穴の一つで、はい、そこにできて、はい、で首のとこの頸部リンパ節に転移があったっていう状態でしたね。見つかった時に。見つかった時には。はい。じゃあ頭頸部にできたってこと？そうですね。おお。これはどういうふうに？だって2歳の頃でしょ。誰かが見つけてくれる。それも祖父母さんが見つけてくれるとかですか？これは多分聞いた話なんですけど、なんか父が首を触った時に首が結構腫れてる、なんか変な腫れ方をしてるみたいなのに気づいて、で父も実はマッサージ指圧師と鍼灸師なので、医療関係のそうなんですね。資格を持っているので、ちょっと普通じゃない腫れ方っていうか、コリコリした多分何かがあったんだと思うんですけど、それでもともと網膜が細胞腫があったので、このがんセンターにはかかってたの。この病院にかかった。言わないでいいです。いいです、いいです。中央病院にね、かかってた。中央病院かかってたので、そこにもうすぐ行ったって言って、検査とかを多分して発覚したっていうところです。じゃあもうそこですぐここに疑いがあるぞっていうのですぐ見てもらえた状況があったってことですね。はい、そうで、原発の鼻の方は分かんなかったんですけど、触って。転移で見つかったっていう感じですね。そっか、ここが腫れてたからそれで分かったっていうことなのか。はい。で、それで、その治療としては、これは手術はせず薬物療法だけ？そうです。これは顔なので、手術すると顔が結構傷が一生残る感じになっちゃうっていうのを、親が心配して、そんなに傷を残さなくても、治療できる方法はないのかってなった時に、抗がん剤だったんですけど、この時、網膜が細胞腫が治ったのに、それで1年ぐらいで、その黄金筋肉腫が出てきてるっていう症例が日本にあんまりなかったみたいで、その抗がん剤も効くかどうかわからないって、親は言われてて、でも手術で顔が傷だらけになっちゃうよりは抗がん剤で治してあげたいって親が思ったから、抗がん剤やってみたっていう感じ。アメリカとかの論文を取ってきて、それを使ったみたいな風に私は先生と親から聞いてますね。そういうことね。はい。いやー、だから薬物療法をしていって、はい。ちょっと下がっているのは、はい。結構もうこの時、けど2歳やからあんまり記憶はない。そうですね。この下がってるの多分、両親が感じた。感じたこうだろうっていう。はい。治療を終えた、とこなのにまたこのがんがなってみたいな形でね。はい。多分手術で、やっぱり手術ができなかったっていうか、手術ができないからもう抗がん剤しか選択肢がないっていうところで、すごいネガティブだったのかなっていうのを話聞くと感じますね。そっかそっか。いやそのね、中で、もう治療、これは薬物療法どれぐらいやったとかって聞いてる？これは1年ぐらいですね。合計でもこの時代は、今のがんの治療って結構入退院繰り返してやると思うんですよ。2、3日入院して帰ってみたいな。でもこの時代ずっと入院しなきゃいけなかったので、あと10ヶ月ぐらいかな、入院ずっとして、で帰ってみたいな感じなので、1年ぐらい多分治療はしたかなって聞いてますね。はい。で、その後。はい。はい。これはうまくいったってことですよね。その次がもう中学生になってるから。そうです。この治療は、多分誰もびっくりするぐらいの勢いで、1回目薬を投与しただけで全部消えたみたいな。それでみんなびっくりしたっていうのを聞いてて。当時子供だったので全然覚えてないんですけど、
この時こう気持ち悪かったなっていう記憶だけはうっすらあって、こうピンクのガーグルベースあるじゃないですか、履くやつをこういつもこう子供の時持ってたなっていう記憶が。それぐらいしか逆に言うと覚えてないですね。そっか。まあけどそれで1回目の投与でめちゃくちゃ消えて、はい、うまくいったっていう風なね、はい、ことだったということですが、そしてですね、次はこのね、13年の12歳の頃、これが中学校の時という風なことをお伺いしているんですけれども、それが中学校1年生の夏、かかとが痛いということで、もうこの中学生、小学生期間は特に何も治療とか、再発含め、そこは大丈夫だったってことですね。そうですね。定期的に通院は半年に1回ぐらいしてたんですけど、特に何もなく過ごしてました。はい。特に何もなく過ごし。で、ただ中学校になった時にかかとが痛くなってくる。これは、そうです。かかと、どっちのかかととかあるんですか？右足のかかとが痛くなってくる。右足のかかとね。はい。で、その痛みが結構強くて、なんか特に怪我とかしたわけでもないのに、こう急になんかすごい痛くなってきて、なんだろうみたいな感じで、その時はもう率直に、なんか別にスポーツとかもやってなかったので、怪我するようなことはしてないなっていう。どんな痛さなんですか？ジンジンするとか、それとも、何でしょう、キンキンするとか。結構ズキンズキン痛い感じ。歩くたびに？いや、何もしなくても痛い。座ってるだけで痛いっていう日があって、でもなんかそれが多分2、3週間に1回ぐらいだったので、なんだろうっていう感じで、親もちょっとよくわかんない感じだったし、私自身もわかんなかったので。で、それでかかとがわかんないって言ったところで、その後に次がこちらですね。大学病院に、行かれていくということで、この時は、この時に治療してた、何でしょう、がん専門病院に行くとかじゃなくて、大学病院に行ったんですね。そうなんです。これはもともと、私、網膜が細胞腫は、がんセンターの中央病院で治療してて、で、さっき言った黄門筋肉腫は、東京の慈恵会。そうなんや。違うんや。はい。で、多分慈恵大と、中央病院が、一緒のチームになって治療をしてた。そうなのね。で、私はその13歳の時はどっちにも通ってたんですよ。どっち、大変。中央病院は眼科で、その慈恵大が、肉腫の方で。内科、肉腫の方でかかってて、で、肉腫の方でかかったので、この時、慈恵大に行ったっていう感じで、血液検査とかもそこでしてたので。で、それで検査をしてもらったところ、がん専門病院の検査って書いてますけど、これはあれ？これは中央病院で。これは大学病院から、がん専門病院行った方がいいよみたいな。そうです。足のところだったので、その時専門の骨軟部腫瘍科の先生が、慈恵大にいないので、中央病院で見てもらった方がいいよって言われて。それで、ちょっと中央病院に、ちょっと紹介されていくと。そうですね。今まで眼科しかかかってなかったのを、小児科と整形でかかるようにって言われて。っていうことですね。で、検査されていった中で、ちょこっとだけ上がりますが、骨肉腫の告知を。そう、3度目ですね。この、かかとのやつが骨肉腫ですよって言われるってことですよね。そうです。検査、実は生検って言って手術で骨に針を刺して細胞を取ってくる検査をしたときに、この時悪性か良性かちょうど間みたいな感じだったんですけど、でももし悪性だった時に、ほっといちゃうと大きくなっちゃうからって言って、治療を、骨肉腫にも近い細胞ですって言われて治療をしましょうって言われました。これ、骨肉腫、でしょうって言われた時は、気持ちさっきちょっと検査してる時よりもちょっと上がってるんですよね。もちろんネガティブでありますけれども。それはなんでなんですか？
いやなんか私は結構性格上その病名とか原因が分かった方が受け入れられるタイプなんですよ。だからなんか足が痛いのがこう何か分からないとか、何が起こってるか分からないのにこう症状だけ出てきたみたいな方が結構不安になっちゃうタイプで、なのでなんか病名が決まってこれからその治療と手術っていう方向性が、決まった方が頑張れるかなっていうところでちょっと上がったと思います、気持ち的には。そっか、原因が分かったっていうことでね、はい、ちょっと上がったっていうことですけれども、ここからね、治療が、スタートしていきます。はい、薬物療法、そして手術をされていくということなんですけれども、はい、薬物療法もこれ、高いですね。そうですね、結構薬が、よく抗がん剤自体辛かったんですけど、薬がこう効いてる感じで、途中のその検査とかでも、なんか腫瘍マーカーが下がったりとか、あとその腫瘍が、ペット検査とかで腫瘍がこう光らなくなってるみたいなことを途中でこう言われてたので、効いてるのかなっていうところで、自分でも感じてて。効いてるなっていうことで高くなっていって、はい、で、手術が、こう、プラマイゼロのフラットな状況なんですけれども、はい、これは右くるぶし、右かかと。小骨。はい、はい、すいません。はい。かかとの骨です。はい、かかとの骨を、はい、取っていくというふう、右かかとの骨を取るってどういうこと？かかとの骨ってこう大きくついてるんですけど、そこを全部取っちゃって、自分の左足のふくらはぎのところの腓骨っていう細い骨を、入れた、移植したっていう手術方法です。はまるんですね、そこに。はい。まあちょっと形を変えるかわかんないですけど。そうですね。レントゲンで見ると、こう結構腓骨っていう細長い骨を、こう二つに多分折って、かかとの形っぽくしてる。すごっ。で、ボルトでこう何箇所か止めてるっていう感じを私が自分のレントゲンを見るとそういう感じかなって。今はけど普通に歩けてるって言い方変ですけど、はい。ね、白状はついてても歩けれてますよね。そうですね。自分でね。はい。違和感はないですか？そうです。実は17歳ぐらいまで杖を使って T 字杖、普通のT 字の杖をこうついてたんですけど、その時までバランスが悪かったり足が痛くなったりとかしやすかったので杖をついてたんですけど、そこからなんか普段のその日常の生活が結構リハビリになるみたいなことを先生にも言われて、だからなるべく歩くようにした方がいいっていうこととか、あと柔軟体操ですね。結構こう足を背屈って言ってこう上げる。こういうふうにね。人間ってほっとくとこうなって足がこうなっていっちゃうので、こうなっていくと歩けないので、こう背屈するようなストレッチをしたりとかして、ちょっとずつ戻していったって感じです。じゃあそういうリハビリじゃないけど、そういうことを取り入れて今は普通通り歩けているっていうことなんですね。そうですね。スポーツとかちょっと難しいんですけど、普通に生活する分には全然大丈夫です。じゃあ無事これで骨肉腫取り除けた感じ。はい。大丈夫？次行っても大丈夫？はい。取り除けて、復帰してる。よかった。中学校の復帰。はい。もう復帰の時は抗がん剤で髪もなかったので、帽子となんかマスクと松葉杖みたいな。結構周りから中学生って結構いろんなこと言うんで。高いやもんね。周りから結構大丈夫みたいな目で見られたりとかもあったんですけど、でも徐々に戻ってったって感じです、学校に。ね。で、中学校の復帰もちろん高めではあるけどネガティブな青色ってことは、あまり楽しくなかったってこと？そうですね。やっぱその見た目の問題とかもあったりとかして、やっぱ髪がないとかっていうのは結構自分でも嫌で、そういうなんか問題、引け目だったりとか、そうだね。もあったし、1年生の時病気になっちゃったので、なんか半年ぐらい学校に通えてなかったので、その勉強があんまりわからなくなっちゃったっていう。そっか。ところが一番多分自分では不安だった。勉強ね。はい。そっか。今もウィッグですよね。今も治療して髪が抜けてるのでウィッグかぶってます。じゃあもう中学校の時からずっとウィッグ？
いや、中学校の時に治療終わって1年ぐらいで髪が生えてきて、そうね。で、今回の病気になるまではずっと地毛で。地毛でいたってことか。はい。そっか。また今回の病気でまたびっくりしてるってこと、そうです。はい。その後、ちょっと上がっていきます。それがこちら。大学を進学ということで、このね、大学を進学、ここであれかな、理学療法士を目指されるための大学に進学していくと。はい、そうです。理学療法士はなんで目指そうと思ったの？そう、私はなんか、その小さい時から病院に入院することが多かったので、医療職にずっとなりたいと思ってたんですよね。で、一番多分私の面倒とか見てくれたの看護師さんで、看護師さんにずっとなりたいって思った、小学生の時とか思ったんですけど、そういえば目が悪いと、そう看護師さんになってからなんか大変になるみたいなそっか。ことをなんか親と相談とかしたりした時にちょっと厳しい話だけどそういうこともあるんだよって言われて、だったらなんか看護師さんにはならない方がいいなと思って、なんか自分がその足のリハビリの時にリハビリしてもらって、でそのリハの先生が結構ちょっと女性の先生ですごいサバサバしている先生で、結構厳しい先生だったんですよ。で自分はその先生のおかげでリハして歩けるようになったっていうのもあるし、自分だったらその先生とまた別の形で、優しい理学療法士っていう形でちょっと関わっていきたいなって思ったのが一番の理由ですね。はい。なので、優しい方が良かったと申し上げております。はい。まあまあね、ただやらないといけない時はね、ちゃんとしっかりね、あるから、そこはそれでね、あるけど、いろんな人のスタイルがありますよね。はい。はい。で、こちら。で、そこでね、大学進学して学ばれていって、その後に、お母様が亡くなっていくのか。はい。お母様、これはやっぱり自分の中ですごくターニングポイントにもなる。そうですね。なんか母親が2016年、私が高校1年生の時に大腸がんが分かって、でその時点で腹膜播種まで起こしてて、結構治療頑張ったんですけど3年半ぐらい頑張ったんですけど、ちょっと最後難しくて亡くなってしまったっていうところで、私大学1年休んで母親の看病をしてるんですよ。はい。1年間じゃあそれで休学して、そうです。最後終末期の時にはやっぱりそばにいてあげたいっていうのと、あと父親がやっぱり全盲なので、現実的にその父親だけで看病をするのはちょっと難しいっていうところで地元に帰って1年間休んでました。ご兄弟はいらっしゃらない？はい、いないです。そっか。じゃあ娘として母を看病してっていうのをされていったということなんですね。はい、そうですね。いやもうね、それだけでもいろいろお話聞きたいんですけどね、本当にもうなんかすごく大変だったと思います。はい。そのね、看病をしてお亡くになられて、で、そこの中でそこから、はい。病院や小児施設の勤務と書いてあります。はい。これは、大学を卒業して仕事っていうことかな？はい、そうですね。お仕事で理学療法士として、回復期の病院に1年いて、でその後小児、結婚してつくばに引っ越してきたのもあるので、小児の施設で働いてました。はい。小児の施設で働いていてということで。はい。これは結構、なんでしょう。低いのは、なんでしょう。結構やっぱ体力的にきつかったからとかなんですか？そうですね。やっぱ自分は結構、勉強することは好きだったんですけど、やっぱりちょっと体力がそんなになくって、で理学療法士で結構すごく体力を使う仕事なんですよね。患者さん支えたりとか、全てが自分の体を使わないとできないので、ちょっとそこで挫折をしたっていうか、すごいで時間も結構労働時間が長いんですよね。朝の8時から残業で夜の8時9時まで、っていうのが毎日、1年目だったので、症例報告とかいろいろ書類作ったりとかもしなきゃいけなくて、でなんか9時ぐらいまで仕事をしてるとやっぱりちょっと疲れてしまって、
もうちょっと続けられないなっていうところで病院は退職してますね。そっか。はい、まあ体力的にちょっと続くことが難しく、まあ、そうですね。時間もね、ちょっと、長くあったりだとかしてっていうことで、それで辞められていく。はい。で、その後ですね。はい。これが昨年、2025年になりますが、不正出血や生理痛が悪化していく。はい。不正出血ってことは、あれですよね。生理じゃない時に、血液が、出血するということで、で、生理痛も悪化していく。この時はどうだったんですか？なんか最初は、不正出血が、なんか少しずつ出るようになってきて、で、別に生理痛とかそんなにもともとなかったんですけど、なんか、その不正出血の量が増えるごとに、その生理の時にすごいお腹が痛くなってきてしまって、あれなんかおかしいなっていうのがあって、でもその不正出血とか生理痛がってなった時にその一番にがんはやっぱ思いつかなかったので、子宮筋腫とかそういう感じなのかなって思って、ちょっと仕事が忙しかったのもあって、すぐには行かなかったんですけど病院に。まあそういうちょっとなんか仕事も忙しいしなんか子宮筋腫かもしれないなぐらいの気持ちでいたというのがこの時ですね。でその後近所のクリニックに受診をされていきます。でその近所のクリニックに受診していった時に大学病院にこれは検査ってことが大学病院に行けと言われる。この時はなんか何でしょう、脅されてとかなかったですか？大丈夫ですか？脅されてはないんですけど、なんかやっぱりその先生ってお医者さんって大体分かっててもあんまり言えないじゃないですか、その不確かな状態で。ちゃんと取ったりとかね。そうですね。しないとね。多分その時エコーをした時にそのお医者さんは分かってたんだと思うんですけど、そのちょっと異常が、内膜、その子宮内膜がすごい厚くなってたっていうことだったので分かってたんだろうなと思うんですけど、そのあんまりこう言ってくれなくて、ちょっと今の状態分かんないから大学病院行ってみようかっていう感じで、多分私は分かってるんだろうなと思ってたんですけど、その時。まあね。そっか。松尾さん的にはちょっとちらっとでも言ってほしい、その時に。なんかその悪い可能性があるのかっていうことはやっぱり言ってほしいですね。覚悟がやっぱできないので、その別になんかがんじゃないかもよって言われてて、がんだったっていう方がきついじゃないですか、結構。そうね。そっか。まあこの時松尾さんはなんかあるぞというお気持ちで大学病院に行って検査をし、その後子宮血管肉腫の告知と書いてあります。すごい珍しい病気ですね。聞いたことないです。聞いたことないですよね。私もなかったです、告知された時に。子宮血管肉腫、これは血管肉腫ってやつが子宮にできた。そうですね。これも松尾さん医療者なんで説明してほしいんですけど、どういうやつなんですか？血管肉腫ですか？血管肉腫について血管肉腫でその子宮について、ちょっとだけ皆さんイメージがないと思うので、血管にがんができるのか、どういうイメージなのかっていうのをちょっとだけ説明してもらってもいいですか？そうですね。血管肉腫って肉腫の一部で、肉腫ってそのがん肉腫とか平滑筋肉腫とかいろいろあるんですけど、その平滑筋だったら筋肉にできる肉腫なんですけど、私の場合はその血管内皮細胞っていう血管を作る細胞から発生したがんだったので、筋肉とかではなくて、その血管がバーってあったら、その外側にできるの、内側にできるの、そういうもんではない。そういうところでは血管作る前にがんになっちゃうので。そういうこと？だから結構その予後も悪いし、転移もしやすい、再発もしやすいっていう結構ひどいタイプのがんですね。悪性度が高くて。そうなんや。それが子宮にできる。なんか、本来ならどこにできる？もう全身結構できやすい。全身できる可能性はあるんですけど、多いって聞いたのは皮膚とか、皮膚血管肉腫がなんか一番多いって筑波大の先生にも聞いて。皮膚とかのその血管にできやすいっていうのが
多いんですね。はい。で、ただ、この子宮血管肉腫ということで、子宮のところの部分になってしまったと。はい。これあれですよね、日本でも世界的に見ても少ないんですよね。はい。なんか筑波大の先生には、50例ぐらいしか世界に論文がないって言われて、その中でこう薬とかをその論文から拾って、やってみるみたいなこと言われてる。世界で50例しかない。はい。まあ論文ではね。はい。わあ、そんな珍しいがんの告知を受けて、はい。で、その後ちょっと下がっていきますが、それは手術。子宮や卵巣、そして腹膜。はい。腹膜にも転移してたってこと？そうです。腹膜播種っていう腹膜にこう種をまいたみたいに細胞が散らばってしまっていたっていう。うわー、結構告知された時きつくなかったですか？そうですね。なんか告知された時はがんだろうなっていうのは予想してたんですけど、そこまでなんか難しい珍しいなんかがんだっていうことを考えてなかったので、やっぱそこがショックでしたね。自分が治療法も確立していないがんになってしまったっていうところが一番ちょっと悲しかった。いや、そうですよね。さらにその手術の時にこうめちゃくちゃ一番ね、はい、下がっていると思うんですけれども、これは手術がきつかったっていうことですか？そうですね。今までなんか足をその手術したりとかしてたんですけど、やっぱお腹を切るってすごい痛くて、手術の後のリハビリとかも、自分が理学療法士なので、どういう風にやるかとか大体分かってるんですけど、その想像を絶するそのお腹の痛みで、なんかほんと起きれないみたいな感じになっちゃって、それがきつかったですね。体の辛さっていう。そっか、想像を絶する痛みがあったということですね。はい。で、そのね、手術を受けられていって、これ全部大学病院でされていったって認識はいいですか？はい、筑波大で。筑波大で、まだ筑波大でね、されていってっていったところで、その後、こう上がっていきますが、それがこちら。再発腹膜播種、そして薬物療法されていくということなんですけれども。はい。あれ？ちょっと僕の記憶違い、僕の目が間違ってなければ、再発腹膜播種が上上がっていてポジティブな感じになってるんですけど、はい。合ってますか？合ってます。この時に、私結構主治医の先生にすごく恵まれて、で、手術自体も結構広がって、お腹の中で広がって状態だったので、難しいって判断する多分先生も多いかなと思うんですけど、私が見てもらった先生は、絶対にこう僕が取るって言ったんですよ。全摘するって。そういう約束するってまで言ってくれて、そういうことってあんまりお医者さん言わないじゃないですか、やっぱりできなかった時に。でもそれを本当に宣言してくれて、それが多分一番心強かったんですよ。で、再発した時も、いろいろ病理の結果とか説明される中で、再発はしてきてるけど、絶対に松尾さんを助けるからって言ってくれたのが本当に心の支えになって、この先生とだったらずっと治療で、一緒に頑張っていけるなっていうところで、再発はしてしまったけれど、抗がん剤の可能性を信じて、私はずっと抗がん剤効いてきたので、今回も効くんじゃないかっていうところで、その先生の後押しがあって、頑張ろうって思って。そっか、やっぱこの先生との信頼関係というのもあってっていうことなんですね。はい。だって再発した時は、ね、普通だってなんでとかショック受けると思うんですけどね。はい。それがこの医療者との関係でよし頑張ろうとなれたというのが上がっているということなんですね。はい。はい。でそこから結婚式を挙げる、ということで、つい先日ですよね。そうですね。3月21日に結婚式をさせていただきました。結婚式挙げられていて、ちょっとね、またねこの恋愛結婚のところは後でもお話を聞きたいんですけれども。この治療をいろいろ頑張ってきた中での結婚式いかがでしたか？すごい楽しくて、
実はその結婚式の、5日前ぐらいに抗がん剤をやっていて、結婚式の3日前まですごい気持ち悪くて、大丈夫かなこれって感じだったんですけど、やっぱり、なんでしょうね、スイッチが入ると、具合もそんな悪くなくなってきて、で、友達とか結構お世話になった先生とか、25人ぐらいの結構小規模な結婚式ではあったんですけど、すごい温かい感じになって、いいですね。はい。お父さんへの感謝の気持ちとかも手紙に書けたので、すごい良かったです。ああ、素敵。はい。で、はい。そして、今、新婚ほやほやといったところで、はい。今は安定した生活と書いていますけれども、この安定した生活っていうことは、抗がん剤は効いてるってこと？そうですね。1月末の CT で、腹膜播種が縮小してたのと、あと腹水が減少してたっていうところで、で、別になんか再発した時もそんなに症状ってなくて、再発って言っても小さい腹膜播種が出てきたみたいな感じが、さらに1月の抗がん剤3回目で小さくなっているので、あんまりその癌がいっぱいない状態っていうふうに先生にも言われているので、その癌によって何か症状があるとかは今なくて、抗がん剤やった直後は具合悪いんですけど、でも3、4日経つと回復するので、その後は普通に生活できてる感じなので、すごく安定してるなって感じてますね。抗がん剤治療しつつ生活のリズムがね、しっかりできてきているっていうことなんですね。はい。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？松尾さんのね、この今までのもう4度の癌をどのように癌と向き合ってきてっていったところがね、現れているのかなということを思います。ここからですね、少し一つずつちょっとテーマを、持ってちょっと聞いていきたいなということを思っております。一つ目のテーマ、こちら、病院や治療の選択というものがございまして、病院や治療をどのように選択していきましたかっていうことだったりとか、治療法は、今 SDM と呼ばれるシェアードディシジョンメイキングって言葉があって、医療者と一緒に決めていこうという流れにはなっているんですけれども、これはどうでしたかっていうことをちょっとお伺いをしていきたいなということ思うんですが、はい。まずこちらですね、松尾さんのまず治療、最初国立がん研究センター中央病院に行って、慈恵医大に行かれて、でまた、国立がん研究センター中央病院に戻ってきて治療して、でここら辺は筑波の病院で治療されてっていうことありましたけれども、基本的にあれですかね、病院は紹介されてっていう風な形で行った感じですか？そうですね。もともと網膜が細胞腫で中央病院、がんセンターの中央病院行ってたので、そこのそのつながりで慈恵大とかも、本当そこが多分始まりでいろいろ紹介していただいたりしてる感じですね。最近の方の筑波の方に関しては、引っ越しをされていった中での大きな病院でっていうことですね。そうです。がんセンターには通いながら、筑波で今の血管肉腫の治療はしてるっていう感じで、がんセンターは目の網膜が細胞腫ががんセンターが専門的に見ているので、それちょっと筑波大では見れないので、がんセンターで見てもらってますね。目はじゃあがんセンター、そして今こっちの大網筋肉腫の方は一旦そのフォローは終わってる。そうですね。終わってて、そして、その後の、くるぶしの方、かかとの方は、そっちもなんか卒業でいいよって先生に言われて、なので今血管肉腫のところだけですね、体の中では。ではということですね。治療方法に関してはそうだね、やっぱ珍しい病気が立て続けに続いていくから、もうどちらかというと自分で調べてっていうよりは、医療者の方がこうしていこうっていうことに関してそれでしていきましょうみたいな感じですかね。そうですね。多分子供の時は親がそういうふうに先生とに言われて決めて、で今の血管肉腫はもう全部自分で選択して。そうなんや。例えばどういう形で？例えば血管肉腫自体が分かった時に、がんセンターに多分来ても別に良かったっていうか、がんセンターががん専門なのでって思うんですけど、やっぱ筑波大のさっき言った主治医の先生がもうそこまで言ってくださったから、なんか私は
その先生と頑張りたいっていうところがあったので、その病院を変えずに筑波大でずっと行こうって思ったっていうのが、多分一番自分で決めたその選択で、結構がんセンターの先生とかに相談した時に、がんセンターでやってもいいよっていうふうに言われたんですけど、やっぱりその先生との信頼関係があったので、そこでやってて。はい。まあそうね、そこまで言い切ってくれる先生がね、はい。僕は取るからっていうね、全部取るからっていうことでね。うん。はい。なので、その先生を信頼してその治療をされていたっていうところでありますかね。次、こちら。辛かったこと、副作用や後遺症などっていったところありますけれども、はい、本当ね、この様々な治療をされていった中で、はい。もう言い出したらきりないと思うんですけど、印象残っているもの、もしくは、一番大変だった時とか、いろいろちょっとそれを思い出すとどうですかね。そうですね。抗がん剤だったら、多分一番足の骨肉腫の時の抗がん剤が、これか。はい。はいはいはい。ひどくて、多分ドキソルビシンっていうお薬が結構結構しんどくて、吐き気とかも何とも言えない倦怠感、だるさとかが子供の時あって、あと結構ちょっと便秘になっちゃったりとかも完全に出なくなっちゃったりとかが結構ひどくて、もう本当に体調悪かったですね、この時期は。そっか。もうそれに対して体調悪い時は、はい。どうするの？寝て過ごすとか、なんか違うことするとか。そうですね。子供の時は、でも体調悪い時はそうですね。あんまり何もしないで。何もしなく。はい。もう耐える。そう、吐き気止めとかを使いながら、食べられるものを食べる。ゼリーとか。ちょっと今もそれは重なるんですけど、私も気持ち悪い時に、無理にご飯を食べようとすると、余計気持ち悪くなるので、なんか今だったら、そうめんとか食べやすいものをちょっとずつ食べるみたいなことは多分子供の時もやってました。そうだね。だから薬物療法はこの時が一番体調悪くて。そうですね。いうことで、他にはありますか？あと手術のことも。ぜひぜひ。手術はこっち？そうですね。でも一番大変だったのは多分今回の血管肉腫の手術で、で、なんか痛くて、で、実はその血管肉腫の手術をした後に、実はお腹の中で感染を起こしちゃったんですよね。去年。で、そのお腹の中にリンパ液っていう手術の後のその液体が溜まっちゃって、そこから感染しちゃったんですけど、その感染をした時にも38度5分ぐらい熱が出ちゃって、で、その水も溜まってるから、そのご飯も食べれない、熱がひどいみたいな感じで入院に、その手術して退院してもすぐ入院みたいな感じになっちゃって、でその時が結構辛かったんですけど、どうやって切り抜けたかっていうと、結論から言うと2回目また手術をして、その感染を洗い流したんですよ。そうなんじゃ。ここの手術の後にもう一回手術してるんや。そうなんです。感染を取る。感染を取る手術なんてあるんよ。そう、海を全部お腹の中で洗って、で、その時リンパ嚢胞っていう袋みたいなやつもできてて、そこから感染しちゃったっていうのもあったので、その袋も全部取るみたいな感じの2回目の、お腹を開ける手術をして、それでその症状は結構良くなったんですけど、その2回目の手術の周辺でもその主治医の先生がよく来てくれて、で結構主治医の先生も偉い方、准教授の方で、そんなにその患者さんに密に来る感じの先生じゃないんですけど、その松尾さんのことは僕が見に来るからって言って、週に本当に何回、週の半分ぐらいは来てくれたりして、すごい嬉しい。なんかそういう励ましがあって、で結構その体がしんどいからその今後どうなるんだろうみたいな気持ちはすごいあったんですけど、その先生と話してで、良くなるかなっていう。で2回目の手術終わったあたりからその炎症とかも取れてきて、抗生剤とかもやりながらだったので、感染は治ったっていう感じで。そっか、そういうことね。
じゃあその手術の後、はい。その感染とかいろいろあってそれが大変だったっていうことですね。そうですね。普通手術だけで終わると思ってたので、そうですよね。まさかお腹の中で感染を起こすって誰も思ってなかったので。そう。だからこのあれですよね。本来であればこの薬物療法とかをもっと早くする予定だったけれども、はい。ちょっとそれが遅くなっちゃったんですよね。そうです。感染の影響で、遅くなっちゃいましたね。そっか。まあその影響でもしかしたら再発したかもしれないかどうかっていうところですかね。はい。はい、このね、手術した後大変だったといったところがありました。そして次はですね、家族のことについてちょっとお話を聞きたいなということを思います。家族のこと。まあ、こちらどちらかというと、ご両親のことについてなんですけれども、まあ、治療中ね、いろいろ支えてくださった、そんな家族に対して、どんな支えが嬉しかったようなのか、いや、もうちょっとこうしてほしかったよ、みたいなものあったりとかしますでしょうか？はい。そうですね。うちの両親とても親身にいろいろ手伝ってくれてありがたかったんですけど、まあ母親は結構真面目な几帳面な人で、で、結構まあ助けてはくれたんですけど、途中その13歳の時の病気とかの時に、その学校に行きなさいって言ってたんですよ、よく。院内学級に行きなさいって。でもまあそれはちょっとプレッシャーだったんですよね、私にとっては。13歳の時の骨肉腫の。この時で？はい、抗がん剤治療中です。はいはいはい。こことかか。はい。はい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 。院内学級でもいいから行きなさいと。はい。で、自分はその行けるほど具合が良くなかったから、まあ行けないってなって、結構私母親に対して反抗期がすごい長かったので。あ、そうなのね。そうなんですよ。へえ。で、母親がその良かれと思ってやってくれる、その学校行きなさいとか、あとその病院に食べ物買ってくるとか、もうそういうのがすごく嫌で、もうそっとしといてくれって思ってたんですよ、その時。でも多分そういう強く当たられて毎日来てくれて、食べれそうなものとか買ってきてくれて、心配からやってくれてたんだろうなと思うんですけど、その時は体調悪かったのもあって、強く当たっちゃって、っていうことはあった感じですね。父親は、まあ、自分もがん経験者なので、結構気持ちを分かってくれて、で、まあ、父親は、そうですね、結構病院に付き添ってくれたりもしたんですけど、多分何より楽しみを教えてくれて、この時に音楽。ブルーハーツ。そうです、ブルーハーツ。そうですね、ブルーハーツと、まあ、自分のピアノの演奏の場とかを院内学級で演奏してみようとか言ってくれたりとか。自分のっていうのは松尾さんの？はい。私ピアノやってて、気分転換じゃないんですけど、楽しいことが増えるようにって言って、一緒に、まあお父さんギターやってたので、一緒に演奏してくれたりとか。はあ、お父様は両目 もちろん見えない状態ですよね。はい。がんの影響で。はい。ですけど、めちゃくちゃはい。うまいんや。そうです。ヘビーメタル系の。すげえ。早弾きとかすごい得意な人。そうなんや。そうなんですよ。うわー、すごいな。まあそういう楽しみの場を作ってくれたりとか、いろいろやってくれたってことだね。はい。ねえ、そっか。いろいろね、本当家族で支えてくれてっていう風なこともあった中で、はい。そんな次の項目がこちらになります。恋愛や結婚のことということでね、こちらは本当松尾さんは今、新婚ほやほやということではございますけれども、旦那さんは、どういうきっかけで知り合ったんですか？はい。旦那は私がいた大学の時に、知り合いました。理学療法士を目指すところの大学で知り合ってということで。ただ、がんという告知をするというか、そういったところっていうのは、なんか躊躇とかなかったですか？がんのことを旦那に伝える時ですか？あんまりないですね。私は自分の病気を隠したりとか、あまりできないタイプなので、まあ、そういうことを話しても分かってくれる人と一緒にいたいっていう感じで。
で全然抵抗なく話して、旦那もそれを偏見とかなく受け入れてくれて、頑張ってきたんだねっていう感じで聞いてくれてました。そっか。なんかきっかけがあったんですか、お付き合いするに至るまでに。そうですね。私が理学療法士って実習に行かなきゃいけないんですよ、病院に。でその実習で結構辛い思いをしてた時に、しんどかった時に話を聞いてくれたっていうところが一番最初ですね。そっかそっか。しかもその、旦那様、後々の旦那様もなんか、ご病気とかされたことはあったんですかね。旦那はもともと目が見えない先天性の病気で、生まれた時から目が見えない人です。そっか。ということはお父様と一緒。そう、病気は一緒じゃないんですけど、目の先天性でね、目の状態は。目の状態一緒です。全盲ですね。全盲の方ということで。じゃあ、その時、未来の旦那様も何かしら、医療職種になろうということで通われてたってこと？旦那は、私が卒業した大学は3つの、学科があって、鍼灸と私が行ったリハと、あと情報システム学科っていうパソコンのプログラミングとかをやる学科があって、そこの、出身ですね。そうなんや。俺、ステレオタイプかも。なんか、目が見えないと触ってというか、そっちの方に進むのかなと思ったら、情報なんですね。そうです。目が今見えなくても、パソコンとかは読んでくれるソフトが PC トーカーとか。そうよね、あるよね。あるので、それでもう全部できちゃう。うわー、そっか。だから、夫はゲームを作る、もともとゲームクリエイターなんですよ。そうなんや。はい。じゃあ医療系とか全く関係ないんや。関係ないです。そうなの。で、ゲームを見えない人と見える人が一緒にできるゲームを作ろうってそういうことね。頑張ってる人ですね。理解しました。はい。そういうことか。それでじゃあお付き合いされていって、ご結婚されていくっていう中では、ご結婚されていく中では何かしらハードルとかありましたか？そうですね。でもそんなになかった気がしますね。そっかそっか。なんか意外とうまくいってて。いや、もうそれに越したことはないです。はい。そんなね、中で、ちょっと、この妊幼性のことっていったところに関してもちょっと伺っていきたいと思うんですけれども、今ね、卵巣とか、子宮とか、そういったところを摘出されていますよね。妊幼性、子供を作る能力っていったところに関して、こちらに関してはいかがでしたか？そうですね。もともと夫は子供が欲しいってずっと言ってて、でも私はそんなになんか、そこまで強く思ってなかったんですよ、もともと。病気になる前から。で、病気になって、その卵巣子宮を取っちゃったんですけど、そこはやっぱり子供が欲しいって思ってた夫にはすごい申し訳ないといつも思ってて、父親になってほしかったっていう気持ちはあるんですけど、自分がやっぱり作れないから、その作れないことをやっぱり言ってもしょうがないので、どうやったら2人でうまくいくかみたいなところを考えていく方向になってて、だからそんなになんか夫もそれを責めたりする人じゃないし、自分も過剰に申し訳ないと思いすぎないっていうか、私が生きるためには子宮卵巣を取るしかなかったので、それをしなければ多分生きる選択肢はなかったから、そこは多分受け入れて、私も受け入れて、夫も受け入れてると思います。そっか。ね、手術するかどうか、ただ手術をしなければ、ね、もう最悪の事態になってしまうっていうところもありますからね。じゃあ今は2人で受け止めて、前向きに今考えているということですね。ありがとうございます。次、こちらのことですね。学校といたしまして、さっきね、ちょっと院内学級の話はありましたけれども、こちらの時にですね、ちょっと学校復帰とかっていうところが大変だったであったりとか、ちょっと高校のところが抜けていたりとかするので、ちょっとそこら辺も補足いただきたいなと思っております。学校の勉強ってついていけました？
そう、私はあんまりついていけなかったタイプで、小学校、中学校、そんなに勉強が好きじゃなかったので、あと黒板がやっぱり見づらいっていうのがあって。そうやんね。そうなんですよ。で、一番前の席にしてもらって、で、それでも見えないときは単眼鏡って言ってこう覗く、機械があるので、それを使って見てたんですけど、見えてないっていうのと、やっぱり一回わかんないってなっちゃうと、ずっとこうわかんないかったんですよ。自分はなんかそれを解決しようとかあんまりなくて、中学の時とか音楽してたから楽しいし、みたいな感じで、あんまりこう勉強は一生懸命やってなかったタイプでした。その中で高校はどうしたんですか？高校は、私中学校の3年生の時に理学療法士になりたいって思って、だからその大学に行きたいってその時思ったんですよ。大学に行くためにはその勉強をしなきゃいけないし、する環境があったらいいかなと思って、その各県に今あるんですけど、盲学校、今視覚特別支援学校っていうところも多いんですけど、そういう特別支援学校ですね。要は視覚に関して、そこの高等部に進学して、で高校3年間でその遅れた分とか分かんなかった分とかを全部こう取り戻そうと思って、で盲学校とかは結構人数が少ないので、クラスが本当に1人2人のとこも少なくないし、だからマンツーマンで先生にこう教えてもらえるし、質問とかもしやすい環境だったので、そこに行けば自分は頑張れるかなと思って、で両親の母校でもあったので、そうなのね。はい、そういうのもあって、ちょっとこう環境を変えたいっていうところで。そっか、ご両親の母校。そのお父様はね、目が見えないと、お母さんもそうだったんですか？そうですね。そうだったんですね。はい。お母さんは網膜色素変性症っていう難病でどんどん視力が下がっていく病気で、20代半ばで失明してしまって。そうだったんですね。はい。そっか。その中で、盲学校に通って、はい。で、それで、一生懸命、取り戻して大学に行くと。そうですね。その学校の中でも、やっぱり今まで中学校の時までやっぱ内気の性格で、あんまり外に出たりとか積極的にしなかったんですけど、盲学校入って生徒会やったりとか、あと部活作ったりとか、音楽の軽音楽部作ったりとかを結構一生懸命やってて、なんかそこでやっとこうなんか一生懸命やってるなっていう自分で感じる。多分そこが高校3年の時が3年間が一番多分努力した期間かなって思います、今までで。素敵。で大学に進学ができて、はい、でそこで一生懸命また勉強して、はい、今はね資格取って、はい、っていうことですよね。はい、医療者になっていい。そうですね。はい、ありがとうございます。そんな、中で次こちらですね。お仕事についてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、お仕事ね、体力的なところで大変だったって言ったところ、その後疲れてだと思いますけれども、はい、いかがでしたっていうか、ちょっと待って、治療中は、だからこの時は癌にはもうなってないのか。なってないというか、一応取り切ってるから癌じゃない。はい、仕事をして、最初の時。仕事。そうですね。はい。で、仕事、やっぱりさっきね、ハードワークっていう言葉もありましたけど、はい。お仕事、職場には癌のこととかいろいろそういったところは伝えて。そうですね。伝えてますね、全部。で、仕事っていったところで、1年目と2年目でその病院から小児施設へっていったところは、それはあれですか、やっぱ体力的なところでっていうことですか？そうですね。体力的にちょっと病院でその臨床をやるのは厳しいかなと思って、小児だったら、自分がその小児がんとかの経験があるので、ちょっと子供たちに同じ目線で接することできるかなと思って、小児の施設に就職しました。そうですね。で、その後どうでした？そうですね。結構小児の施設だったんですけど、理学療法士の業務っていうよりは、療育なので、全般、子供たちのその全般を見なきゃいけなくて、コミュニケーションの取り方を教えたりとか、文字を書くのを教えたりとか、っていう感じで、
そっちもそっちで結構ハードだったんですよね、入ったら。で、目がちょっと悪いので、やっぱりその子供たちが、走ってどっかに行ったりとかするのを、やっぱり見つけられなかったりとか、おもちゃの誤嚥とか、口に入れちゃったりとかってするのをあんまりすぐに見つけられなくて、結構悩んだっていう時期はあって、やっぱり自分の視覚障害がなければ、もうちょっといい仕事ができたのかなっていうのはすごい思って。そっか、そこら辺も難しいですよね。体力的なところとやっぱ視覚のところっていうことか。そっか。そんな中で、今はもうお仕事は辞められて？はい、そうですね。去年の10月末で、治療が大変になるので退職してます、この小児の施設は。そうか、ご自身のがんの治療っていったところがあるから。はい。ただあれですよね。また違う形でまた復帰されるんですよね。そうなんです。実は私が卒業した大学は筑波技術大学っていう視覚と聴覚に障害がある方が通う大学なんですけど、そこの先生に、がんのこととかもお話ししてたんですけど、研究のお手伝いをしてほしいっていうところと、あと私自身の研究したいテーマが一つあって、視覚障害者の運動支援っていうところを研究、したらどうですかってか、研究やってみませんかって言われて。声掛けしてくれたんですね。はい。で、やっぱフルタイムで勤務するのはきついので、今治療とかもやっぱりあってっていう状況なので、アルバイトで、週2日ぐらいから始めてみて、で、研究のその論文も研究室に所属してるので、書いてくださいっていう感じで言われて、で、それをちょっとお仕事にしていく感じに今なってます。じゃああれですね、体力的にも、ありがたいし、しかも自分でやりたいことでもあるし、めちゃくちゃぴったりですね。はい。じゃあそういった研究もされていくというのが今後のね、松尾さんかなということを思います。はい。はい。で、次、こちら。お金や保険のことといたしまして、治療費どれぐらいかかったのとかね、民間の保険入っているの入ってないのってありますけれども、民間の保険って入れないです。入れないですね。はい。ですよね。入ってないです。治療費とかは、もちろん18歳延長して20歳になるまでは、小児慢性特定疾病のね。そうですね。はい。そこで、医療費が、無料って言い方無料なのか。にはなると思うんですけど、大学、今とか治療費かかってるでしょ？かかってますね。それはどうするんですか？それは、旦那が払ってくれてて、で、限度額が一応あるので、限度額まではかかるけど、それ以上かからないっていうところがあって、で、最初、多分多数回該当って言って、4回目から下がるじゃないですか。4万4000になるやつね。はい。やっぱそれまでは結構きつくて、で、どうしようって思ってたんですけど、でもその旦那が、治療できるなら全然大丈夫って言ってくれて、なので自分もその4月からちょっと働くから少し協力できるかなっていうところで。でもお金の問題は多分ずっとありますね、不安は。治療を続けていく限りはね。はい。多分治療も長く続けなきゃいけない。その細胞の悪性度が高いので、すぐにはやめれないので、やっぱりお金は考えますね。そっかそっか。ちょっと質問やねんけれども、今、視覚的な、障害を持たれているっていうことであれば、障害年金はもらえて、ちゃんと私は、視覚の障害が軽いので、もらってないです、障害年金。ないのか。はい。その1級とかね、2級とかになるともらえるんですけど、私視覚はそんなに、重度じゃないので、5級って扱いになってるので、そうだね。年金はそうもらえてないんですよ。わあ、そっか。はい。いろんなところ手術してとかね、いろいろやってるけれどもっていうことだね。結構珍しい病気になってるのに、その難病とかではないので、難しいですよ、なんかその辺はね。いやー、難しいですね。お聞かせいただいてありがとうございます。はい。その中で、次、情報のことっていったところをお伺いしたいんですけれども、情報、いろんな医療情報、
まあ、調べていくってある中で、まあ、はい特に子宮血管肉腫っていうのが、情報がもう限りなく少ないかなと思うんですけれども、はい。なんか松尾さんなりにこう工夫したというか、インターネットなのか医療者からなのか、どうでしたか？そうですね。血管肉腫って分かった時は結構自分で調べたりもして、でも正直言うとその論文、自分で調べた論文ってその厳しい結果しかなかったんですよ。そのお亡くなりになられたとか、ちょっと悪化してしまったとか、でそれをやるとやっぱ自分がすごい不安になっちゃって、自分もそういう風になっちゃうんじゃないかみたいな感じがやっぱり私は一回思っちゃうともうそうやって思っちゃうタイプなので、なんかそれはやめた方がいいよって先生に言われて、その主治医の先生じゃないんですけど、一緒に見てくれてる先生にネットの情報はあんまり見ない方がいいよって言われて、でじゃあ先生どうしたらいいですかって言った時に、私医療職なのでその医療の論文がある程度読めるから、その先生が僕が読んでる論文をあげるよって言ってくれて、でくれたんですよ。もう英語のなんか全部英語の、もうボンみたいな熱い論文を、でこっから全部薬とかもやってるからみたいに言われて、で今結構翻訳のアプリとかもあるので、それで全部日本語訳して読んで、そういう先生にもらった論文とかは厳しい結果もあるんですけど、全てが厳しかったっていう結果じゃなくて、例えばパクリタキセルとか使ったら走行して良くなってますよみたいな話も結構あって、そこででも自分の調べた情報ってすごいもうすごい限定的で狭かったなって思って、やっぱ医療のことで分かんないことがあったらやっぱ先生に聞こうって思ったのが、信頼関係の確率にもなるし、自分で調べて自分の妄想がひどくなるよりは先生とコミュニケーションして一個解消していった方がいいかなと思って。ですね。はい。あとは筑波大にがん相談支援センターっていう、部分があって、看護師さんとかあとソーシャルワーカーさんとかがいるところに相談に行ったりはしてて、そこの看護師さんと結構慣れてるから、いろんながんの人の情報とか教えてくれて、っていうので、結構安心して治療に取り組めてるっていうのはあります。がん相談支援センター活用したりだとか、はい、医療者にその論文を見せてもらったりとか、そういったところで情報を仕入れてってことですね。はい。ちなみにあったらでいいんですけれども、治療中とか入院中これ工夫してたなっていうのはあったりとかしますか？そうですね。やっぱり私が一番工夫っていうか重視してたのは、やっぱ自分が納得して治療をしたかったので、疑問とか不安が大きいままで治療をしないとか検査をしないっていうのは思ってて、例えばCT 取りますって言われた時に、なんで今の時期に CT を取るんですかって聞いたりとかして、で例えば2回目終わった評価で取るんだよとか、治療始める前の最初の状態取りますとかって言われて、だったら納得するって、CT って放射能も結構あるから、放射線浴びる検査をわざわざ2ヶ月とか3ヶ月に1回するんですかみたいな話とかも結構聞きますし、抗がん剤とか例えば今白血球とかの数値が上がらなくて1週間延期とかなったりするんですけど、それも本当に延期して大丈夫なんですかみたいな、効果はあるんですかみたいな、結構そういうきつい質問も私はします。医療の先生に、医療職の方っていうか、先生には。ちゃんと納得して、ちゃんと、じゃあ、だったらしますけどっていうところで。はい、そうですね。自分のやっぱ知らない状態でされるっていうのが一番、自分はきついので、全部自分の状態を知った上で治療とか検査をしたいっていうのは、結構考えて過ごしてます。すごい。さすが。それぐらいね、ちゃんと納得してね、治療を受けていくっていうのは自分の体のことですよね。はい。はい。次、はい。がんになる前と後で変わったことってあるんですけれども、こちらね、もう0歳からもうね、罹患をされていらっしゃいますので、なる前と後でっていうよりは、
がんになったからこそこう考えることとか、そういったところ、今、がんになったからこそ、難しいですね。がんになる前から。もしこう聞かれたらどう答えますか？前と後で変わったことですよね。でもなんか、例えばその今回脳子宮血管肉腫限定。そうしましょう。はい。はい、そうしましょう。いろいろね、ちょっといろいろもう0歳の時からもがん罹患されているので、この質問っていうのは結構ね、ナンセンスかもしれないですけれども、例えば、最近こう罹患された子宮血管肉腫になる前と後で何かこう変わったこととかありますか？はい。そうですね。前は、なんかこう、なる前って2年3年先があるのが当たり前だと思ってて、だから2年後3年後自分はこういう風になって例えば仕事してるんだろうとか、そのなる前とか結構疲れてたので、2年3年先もなんか自分はこういうずっと疲れた感じで過ごしていくのかなみたいな予測がついてて部分があって、でもなった後ってやっぱり私の場合本当に半年後1年後がわからないです自分で。でもなんかそれってその人間本来そうだと思うんですよ。2年3年先なんて予想ができないことが当たり前なので、なんか2年疲れてた前みたいに2年3年先を考えて疲れるっていうよりは、なんか今楽しいことをしたいっていうのと、今日明日やりたいことをやりたい。だからすごい小さなところで言うと、今日お寿司が食べたいと思ったら食べるみたいな。明日はどっかに行きたいと思ったら行く。結構仕事も始まるのでそんな自由にはいかないんですけども、お金のこともあるのであれなんですけど、なんか自分の気持ちに正直に生きていった方が、たとえ半年1年後どうなったとしても自分に後悔ないんじゃないかなっていうところを考えます。そっか、自分に後悔ないようにね。はい。はい。といったね、形で、はい、考えているということですが。そして次、こちらで、大切にしたいこと、夢や目標などっていうのは今あったりとかしますかっていう質問なんですけれども、いかがでしょうか？はい。そうですね。やっぱり、私すごい壮大な夢とかはもともと持ってないので、一番大事なのはやっぱり、さっきも言ったんですけど、自分のしたいことをして過ごすことだと思うんですよね。だから何かよく私も結構聞くんですけど、何か目標あった方がいいっていうことは確かにそうだと思っていて、私のすごい小さな目標で言えば、研究成果を出すとか、今後の仕事、就職をしたいとか、大学院に行きたいとかそういう部分なんですけど、なんかそういう一個一個のことを確実にやっていくっていう方が自分は大事かなって思ってて、コツコツ努力型なので、もともとそんなにいろんなこと器用にできないので、なんか自分の思い描いたすぐ前のことをやっていくっていうところがすごい大事にしてます。ね。しっかりそれでもね、一歩ずつ前にね、進んでいってっていうのはね、はい。もう松尾さんらしいなということを思いますし、今もね、本当それを体現されているような、そんな松尾さんかなと思います。ありがとうございます。はい。それではですね、これからインフォメーションに移らせていただければと思います。はい。インフォメーション。こちらですね、がん経験者のリアルな生活という書籍が、がんノートより出版されております。Amazon やお近くの書店でまた見てもらえたら嬉しいなということ思いますし、オーディブルなどもありますので、こちらもチェックしてみてください。そして、見られている皆さんですね、チャンネル登録してない方は、もしよかったらしていただいたりとか、あと高評価、コメントで応援してもらえると、はい、やっていく励みにもなりますので、ぜひお願いいたします。そして、見られているですね、がんの経験者さん、もしいらっしゃいましたら、番組の応募っていったところが、ホームページにございますので、そちらにフォーム入れてもらえたら事務局から連絡をさせていただきます。もしかしたらね、ちょっと迷惑メールに入る可能性もありますので、そちらの方もちょっとチェックしてもらえたら嬉しいなと思うんですが、はい、普通に応募っていったことで、松尾さんもこちらからね、いただきましたもんね。はい、そうですね。なんか出演しようと思ったきっかけあるんですか？私結構珍しい病気に4回なっていて、でもそういう方ってもしかしたらいるかなって思ったので、
その人たちっていうか、私たちがその孤独じゃなくって同じような病気の人がなんか知らないだけでいるんだよっていうところを伝えたかったっていうのと、あと血管肉腫の方がすごい少ない、症例が少ないので、その方のその情報収集の一つとなればいいかなと思って、はい、出演させていただきたいと思いました。ありがとうございます。やっぱね、こう、血管肉腫だって、もう他のね、がんも、もちろん目指しがんではありますけれども、少しでもこの情報がね、役立てばということで出ていただいたということですね。ありがとうございます。では、最後に、メッセージをいただこうかなと思います。松尾さんからのメッセージ、こちらになります。がんは私をつないでくれたもの。私がこういうふうにメッセージを伝えたいと思った理由なんですけど、私は25歳で4回のがんになってしまって、そのがんっていうのはとても私にとっては辛いもので、ならなきゃならないで、ならない方が良かったなと思うんですけど、逆に言えばがんになって、例えば足のがんになったからこそ自分は理学療法士になりたいとか考えて、母親ががんで亡くなったから、やっぱ優しい理学療法士、緩和ケアの方とかも勉強したいと思って、その私の人生の中で何かしたいと思ったきっかけが全部ほとんどがんなんですよね。そのがんはすごい敵なんですけど、自分にとってはでもいろんな自分にとって大事なものとか気持ちを教えてくれたものでもあると思ってて、それはすごくがんになったからこそ今の自分があると思ってるので、がんをすごく悪いものだと思って毛嫌いするっていうか避けるよりは、私はそのがんに教えてもらったことを大事にしながら今後も生きていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。がんを私とつないでくれたもの、そっか。もうね、0歳の時からね、がんに罹患してね、はい、直近もね、罹患されて、様々なところでやっぱ進路もそうですし、様々なところで病気は考えないといけないところですけれども、それが逆につないでいってくれたっていうことなんですね。はい。いやー、そこまで考えれるようになったのはいつからですか？でも最近の血管肉腫の時ですね、一番。本当にいろんな波があって、診断される前は辛かったし、本当に手術する前とか腹水が溜まりすぎてお腹がすごい出ちゃって、自分はいつ破裂するんだろうとか、いつ具合悪くなるんだろうって本当に思ってた時期があるからこそ、やっぱり今自分元気なことがすごい嬉しいし、この状態が長く続けばいいなっていう、コントロールできればいいなって思ってるので、そのがんって必ずしも自分にとってマイナスなことだけじゃなかったなっていうふうに考えてます、今は。はい、ということですね。はい。こういった場合になったのも、その子宮血管肉腫になったといったところからっていうことですね。はい。はい。それではですね、もう本当にこのがんノート、これにて終わっていくのですが、松尾さんいかがでしたか？はい。今日お話できて、自分の今までのその人生のあったこととかも整理できたし、自分の元気な姿を皆さんにお見せして、がんになっても元気で過ごすことができるっていうのを本当に一番伝えたいですね。で、それをお話ししてさせていただいて、すごいありがたいです。ありがとうございました。こちらこそです。本当ね、4つのがんを経験されて、それでもこういうふうにね、松尾さんの生き生きとした姿というか、そういったことを皆さんにお伝えできて、本当嬉しいなと思いますし、はい、もし何かね、皆さん何か松尾さんの生き方、もしくは選択だったりとか、そういったところでヒントになってもらえたら嬉しいなということを思っております。はい。それでは、これにてがんノート終了していきたいと思います。また皆さん、次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。バイバイ。